こんにちは、アルチャンネルです。今回の本は、竜が味方する生き方。著者の斉藤ひとりさんは、納税者番付でたびたびトップ10にランクインするほどの大実業家です。斉藤さんは、龍神様に守られて成功したと語っています。今回は、竜が味方する生き方を斉藤さんから学んでいきましょう。古の時代から龍神様はこの世の守り神として私たちと共に生き続けてきました。龍神様は私たちを幸せに導く伝道師のような存在です。自分を幸せにしよう、周りの人も幸せにしよう、このような考えを持つ前向きな人は龍神様が全力で応援してくれますので、本当の幸せの道へ導かれるのです。しかし現代では科学の発達や財産への欲望が高まり、社会が複雑化しています。未来に不安を感じたり、すぐに悲観的になったり、些細なことでイライラしたり、周りの人に牙をむき出しにする人さえいます。そういう心の闇でいっぱいになり、悟りの世界には到底及ばない人で溢れ返っています。龍神様はこのことにとても心を痛めています。幸せに導きたいのに、人間の心の闇がそれを邪魔するからです。その一方で、魂、つまり本当のあなたはいつも幸せになることを望んでいます。あなたがこの動画を聞いてくださったことも、決して偶然ではありません。一筋の光が差し込めば、その光を頼りに明るい場所へ向かうことができます。龍神様が力を貸してくれます。龍が味方する生き方を具体的に見ていきましょう。古来日本では、霊験新たかな神様として龍神様が信仰されていました。中でも最高神と崇められてきたのが八大龍王です。ものすごく格の高い神様です。宇宙を創造した大いなるエネルギーの使いとして、地球が誕生した時から私たちを守り続けてくれている存在です。龍神様のご加護を受けるということは、宇宙のエネルギーを味方につけるということでもあります。皆さんもいろいろな物語やアニメなどを通じてご存知の通り、龍は海や川などの水に住む生き物として知られています。龍神様は水と深い関わりがあるのです。水の神様と言ってもいいでしょう。水はすべての命の源で無限の象徴でもあります。なぜなら、水は永遠に循環し続けるから。天から雨によってもたらされ、川となり地上を潤しながら海に流れます。その過程で蒸発し、天に帰ると、雲になって雨を降らし、再び大地に降り注ぐ。こうしてぐるぐる回りながら、常に新しい水が流れていく。まさにエネルギーの循環をしているんです。私たちに無限の幸福をもたらす水の神様が、龍神です。日本という国は世界でも群を抜いて豊かな水に恵まれています。日本には川のない都道府県はありません。この辺りは水がないから住めないという地域はないのです。それはなぜかというと、日本が龍の国だからです。水に恵まれているというのは、龍神様に守られている証拠です。もちろん台風や洪水といったものは、私たちの生活に時に被害をもたらしますが、それが起きるのは必要だからです。エネルギーが滞ってしまうと、そこは汚りの地となってしまいます。そうならないようにエネルギーを循環させるのが台風などの役目なのです。このエネルギーを循環させる役割を担っているのが龍神様なのです。では、どのような人が龍神様に好かれるのでしょうか。それは綺麗な人です。美人やイケメンということではなく、立ち居振る舞いや身なりや言葉遣いが綺麗な人が龍神様に好かれるのです。そして人を傷つけるようなことを言わない人、心が綺麗で愛がある人です。また、龍神様はあらゆるところにいるのですが、龍神様が特に好きな場所があります。綺麗な場所です。綺麗な場所といっても、新しい家がいいとか、古かったらダメということではありません。
心地よい空間であることが大事です。例えば神社に行った時は、どんなに古い神社でも清々しい気持ちになりませんか？それは神社に仕えている人たちがきれいに吐き清めているからです。運気を上げるためには、自分の家や職場などにたくさんの龍に集まってもらえるように、いつもきれいにしておくといいですね。ちなみに神経質にピカピカに掃除をする必要はありませんよ。龍神様は私たちとは違う次元に住む神様ですから、普通の人は雲や光を通じてその光を見ることしかできません。中には特殊な能力を持つ人もいて、次元の違うものを見たり感じたりする人もいますが、そのような能力がない普通の人でも、写真に映る光によって龍神様からのメッセージを読み解くことができます。光の種類は大きく4つに分けられます。1つ目は、被写体をふわりと包み込むように光の囲いができている。この光の囲いは結界を意味します。この結界は龍神様がその場所へあなたを守ってくれている時に現れます。2つ目は、上から下に向かってだんだん太くなっている光。この場合は天からあなたに使命があることを意味します。3つ目は、下から上に向かってだんだん太くなっている光。あなたの願いが天に届いたことを表しています。最後は、上から下まで同じ太さの光。これはあなたがしっかりと天とつながっていることを表しています。その他に緑や赤や白といった帯状の光が映り込むこともあります。龍神様はいつも私たちのそばでメッセージを発信してくれているのです。それを人生に役立てて、幸せの道をまっすぐに進んでいきましょう。最後に、龍神様を味方につける具体的な考え方や方法をご紹介します。龍神様はとても無邪気です。楽しいことや遊びが大好きです。そして愛が深い。ですから、我慢したり苦しんだり怒ったりして気持ちを重くしている人は、龍神様の波動とは真逆なのです。この世界には同じ波動のものが引き合うという法則があるので、心の重い人は龍神様とはつながることができないのです。心を軽くして愛情深く過ごしましょう。そして具体的な方法として、成功をもたらす八大竜王のくじ切りというのをご紹介します。くじ切りというのは皆様もご存知かもしれませんが、密教や陰陽道で行われる邪気を払う術のことです。強いエネルギーを持つとされる9つの漢字、臨、病、闘、社、会、人、列、在、善。この力を借りて、恐れや怒りや悲しみといった闇を光で照らします。八大竜王のくじ切りというのは特に大きなエネルギーがあります。私たちを災いから守り、幸運をもたらします。では早速見ていきますが、まずは心構えが重要です。きれいな心で軽い気持ちでくじ切りをすることです。この9つの漢字の意味ですが、挑める兵、戦う者、皆陣を連ねて前にありということで、わかりやすく言うと、自分の味方である神々の軍隊が前にいるということです。神様が自分に味方してくれていることを表します。ではやってみましょう。まず両手の人差し指と中指でピースサインを作り、この2本の指をくっつけて刀を作ります。そして胸の前で右手を上に左手を下にして、右手の刀以外の3本の指で左手の刀の部分を握ります。この状態で南無八大竜王助けたまえという真言を唱えます。次に左手を腰に当てて、その手を丸めて鞘を作ります。そして右手で作った刀をそこに収めます。そして右手の刀を抜いて、顔の前で横、縦、横、縦の順に空中に横5本、
縦4本の十字を書くのですが、最初の横に切るときに輪、次の縦で秒、次の横で等というようにくじ切りをします。このような感じですね。輪、秒、等、社、会、陣、列、在、前。その後、胸の前で右手の刀でレ点を書くように、輪、前と唱えます。終わりましたら最初のポーズ。両手で刀を作って右手が上、左手が下の状態に戻り、もう一度、輪、秒、等、社、会、陣、列、在、前と唱えながら、おへその少し下にある丹田という気力が集まるツボに気を込めます。込めたら力強く、えいと唱え気を解放し、その感覚を味わってください。最後に胸の前で手を合わせ、ありがとうございましたと心からの感謝を唱えましょう。これはいつでもどこでもできます。あなたから闇を遠ざけ、光の結界を作り、龍神様のご加護を得ることができます。私たちが今住んでいるこの星は、魂が学ぶための場であり、いつどのような学びをもって魂を成長させるかは、それぞれの魂に委ねられています。そして、一人一人の魂は生まれ変わるたびに成長していきます。少し未熟な魂で今の人生を終えたとしても、魂を高めるという気持ちを忘れずに今の人生を歩んだなら、来世ではより成長した魂になれるのです。その魂は今も来世もあなた自身です。明るく楽しく、きれいに愛情深く過ごし、自分を幸せにしよう、周りの人も幸せにしようという気持ちでいれば、龍神様はいつもあなたのそばで幸せに導いてくれます。安心してあなたの人生を歩んでください。